んにちは、いなです。今日はめっちゃ聞かれた私が20キロ痩せた方法をやっと紹介します。こうやってカメラの前で話すのがまだ得意じゃないので、メモを取ったので、メモを見ながら話していきたいと思います。まず私のマックス体重が身長160センチで63キロありました。本当は載せたくなかったんですけど、当時の写真はこんな感じです。もう戻りたくはないなって思ってます。ここから20キロ痩せて43キロになったんですけど、自分的に44とか45がちょうどいいので、今はその辺をキープしています。ストレスが爆発したり、旅行で気にせず食べたりして太っても49くらいかなって感じで、50キロはいかないです。で、20キロ痩せたのは全体的に見たら 2,3 年かけてなんですけど、15キロ痩せたのは4ヶ月くらいです。今でも食べるのが本当に大好きなんですけど、小さい頃から本当に食べることが大好きで、なので私は小さい頃からずっと太っていました。食べたらしっかり太るタイプです。コンプレックスではあったので、ダイエットは何十回もしたことはあるんですけど、その度ダイエットも毎回失敗していました。危機を感じて5キロくらい痩せたりしてもすぐリバウンドしちゃったりとかで続かなかったりで頑張れなかったんですよ。でも今回こそ痩せてやると思ってダイエットの神が降りてきた私のダイエット方法を今回皆さんのお役に立てたらなって思います。本当に私のダイエット方法が正しいとかは分かんないんですけど、参考にしていただけたら嬉しいです。はい、まず1つ目、食事について。食事は1日1200カロリーを目安にとっていました。なんで1200カロリーかっていうと、私の基礎代謝量がちょうど1200キロカロリーくらいで少なめなんですよね、多分基準より。で、やっぱり摂取カロリーが1200って少なすぎるって思う方もいると思うんですけど、私は成長期が終わっているのと、もうすぐに痩せたいっていう気持ちが強かったので、カロリー内で栄養を摂ることを意識していました。で、食事の1つ目のポイントは栄養素なんですけど、タンパク質を1日 60g 以上摂ることです。これほんと大事。私が主に食べていたのはマグロ、鮭、ホッケ、豆腐、納豆、卵とか、お肉じゃなくて魚メインって感じでした。そして脂質を抑えること。私の場合、運動してカロリー消費をしても脂質はカロリーとして消費されにくいみたいなので、あんまり取らないようにしてました。で、2つ目の食事のポイントは白米を玄米に変えました。で、私は絶対お米を食べたい人なので、同じ量でも太りにくい玄米に変えました。で、1日の献立がどんなのかっていうと、朝はザバスのミルクプロテイン、オイコスとか果物も食べている時もありました。で、昼は鮭、玄米、豆腐たっぷりの味噌汁。この3つがメインなんですけど、かぼちゃ、キャベツ、きゅうりとかブロッコリーをその日によって食べていた感じになります。で、夜は焼き芋とプロテインとかでした。栄養は昼でバランスをとって夜は整えるだけにしていました。で、昼と夜の献立が逆になることも全然あります。で、間食するのか気になると思うんですけど、ずっと間食なしじゃ生きられない人間なので、間食は卵ボーロとかヨーグルト、これももちろん食べ過ぎ注意なんですけど、でそれも食べて耐えれない時は飴とかミンティアを舐めてました。でもチョコとかも食べたいってなるじゃないですか。でも一つじゃ太らないので、2つ目に走らないようであれば食べて全然 OK って感じにしてました。で、ダイエットの時、そうで、めっちゃこれダイエットの時に悩むと思うんですけど、外食問題、これめっちゃ悩むよね。外食は食べていたんですけど、その日はその食事だけ、その外食だけとかにして、でもしその外食以外食べたいならサラダ、ヨーグルト、プロテインっていう感じにしてました。
あとジュースを飲まない、お酒を飲まないを徹底。飲み物で太るのが一番もったいないです。私は基本水で1日 2,3 リットルは飲みましたね。これは今も全然続けてます。2つ目、運動は最初はダンスとかしたりしたんですけど、やっぱり一番良かったのはウォーキング1万歩です。これよく有名ですよね。結構最近言ってる方も多いと思うんですけど、私外で歩くと日焼けとかそういうのをなんか考えるのが本当に嫌で、暑かったり寒かったりが本当に嫌だったので、家の中で足踏みを1時間半から3時間してました。その場で。なんかこれ普通に歩くより消費カロリーが少ないみたいなので、ちゃんと消費したいよって方は外でウォーキングするのがいいと思います。で、今も1時間ぐらいその場歩きしてます。あと歩いてる時に私絶対こうやって肩回しながら歩いてます。こうやって回したりとか、こうやってめっちゃなんか二の腕のステッチをやってます。この時も姿勢に絶対注意してください。姿勢が悪いまま歩いたりすると足が太くなったりするので注意です。で、あとこれ特殊なのかもしれないんですけど、ラジオ体操は1日 3,4 回やってます。ラジオ体操はダイエット以外にも効果があるので本当におすすめです。1ヶ月ぐらいやってると完全に覚えてきちゃって飽きが発生するんですね。ダイエットっていうのはもういかに自分を飽きさせないっていうのが大事なので、私はアイドルの曲を流しながらラジオ体操をしています。そして綺麗に痩せるためにも筋トレもやってました。筋トレは週に 2,3 回やって、私は主にプランク、腹筋、ヒップアップをやっていて、やるときは絶対30分以上を目安にやってます。筋トレをやった方がいい理由っていうのは、まず私は最初に話したんですけど、基礎代謝量が低いんですよ。なのでそれを上げるためにやってるのと、体重を落とすと見た目痩せって違うと思うので、私は見た目痩せをしたかったから見た目を変えるためにやっていたのと、リバウンド防止のためにやってました。これも痩せたというか見た目の問題になるんですけど、毎日3種類のメニューのストレッチをやっていて、これは運動前、運動後、寝る前で足中心にやってました。こんな感じで結構ダラダラと話しちゃったんですけど、今やったことやれば痩せるわなーって感じですよね。もう最後は気持ちの問題です。モチベです。継続力。前の動画とかで少しお話ししたことがあるんですけど、私は K-POP アイドルみたいな体型に少しでも近づきたかったので、 K-POP アイドルの写真を録画とかにして痩せることを想像してます。着れない服を買ってみたり、とにかく己に勝つことが大事です。本当に。多分今日の動画では伝えきれてない部分がまだまだあると思うので、ダイエットの質問をインスタで募集するので、みんなが気になっていることはこうやってまた動画で答えていけたらなって思います。はい、こんな感じで私が痩せた方法でした。最後に、私にはこのダイエット方法が合ってたけど、それぞれ個人差があるから、自分と相談しながらダイエットをしたい子はしていただけたらなって思います。こんな長かったので最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。